さあ来週月曜日はもう3月3日ですんで、ひな祭りってことになりますよね、そこで今もひなあられ作りで大忙しという場所から生中継なんですが、ひなあられに隠されているある秘密にも迫るようです。油野さん。はい、今どんぶらこどんぶらこと流れているのはそうひなあられです。もうここにいるだけでも甘くていい香りが立ち込めてくるんです。そして私は今日ですね60秒以上しっかり手を洗って白衣に包まれて、今日は準備万端です。よろしくお願いします。今日はですねひなあられの美味しさの秘密をご紹介するんですが、こちら3つのポイントに注目しながらご紹介していきます。改めて私がやってきているのはこちらです。お邪魔しているのは創業77年白石区にある池田食品さんです。池田食品さんは節分などでも親しまれる豆菓子をはじめとするお菓子を道民に届けているメーカーさんです。ただ来週はひな祭りということですから、今日は豆菓子ではなくひなあられをご紹介します。さあここからは社長の池田さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。池田です。よろしくお願いいたします。社長ありがとうございます。よろしくお願いいたします。池田食品さんと言いますとこちらですね、紺色のパッケージ、この高級感あるパッケージで、贈り物としてのイメージも強いかと思うんですが、この他にも別のパッケージでも販売されてるんですよね。実はそうなんです。こちらも多分お見かけいただける方多いと思うんですけれども、スーパーマーケットさんですとかドラッグストアさん、コンビニエンスストアさんなんかではこちらのパッケージで実は長い間歴史深く売られております。今この時期ワゴンにも載ってますよね。この工場で作っているものなんです。そうスーパーにずらーっと並んでいるこちらもよく目にしている方多いかと思うんですが、こういった親しみ深いひなあられの製造工程を今日は見せていただきます。ご案内させていただきます。まずは生地なんですが、こちら開けますとこのように小麦粉とお砂糖、イースト菌で作った生地ですが、すでに色がついてるんですね。そうなんです。ひなあられ用に生地の段階から野菜のパウダーなどで色をつけてます。だから可愛らしい色になるんですね。可愛い色合いになります。これを朝5時から4時間ほど発酵させたものを今薄く伸ばしてくださっています。1つ目の工程です。職人技で大胆にこれ発酵させることによって食感どのようになるんですか？サクッと歯触りよくかつ口どけのいいかりんとうに仕上がります。サクサク感は、長く丁寧に時間をかけて生地を作っているからこそ出来上がってるんですね。そうなんですよ。職人技で薄く伸ばした生地をですね次の工程でカットしていくんです。それがこちらです。こちらで生地を形を作っていきます。すごい速さでもう一口サイズの大きさに切られていくんですね。ちょうどちょっと原型が見えるかなというふうに思いますが、ここで四角くカットされていくところがまず形作りの始まりです。これはちょっとずっと見ていたくなりますが、このカットされたひなあられたちがベルトコンベヤーに乗って、ずっとひなあられちゃんはですねこれからちょっと長めの旅に出ていきます。長い旅にそれぞれ個々になってから進んでいくんですね。今滝を降りてスタート地点にやってきたんですかね。そうなんです。ここからまだ厳しい道のりが待っておりまして頑張ってみんな、ここをずっと上がっていただくとなんとこんな高さまで私の身長よりも高い山をひなあられは登っていくんですね。すごい。でこの上がっていった先で、工程が待っているんですね。この後はですねポイントの一つでもあります油で揚げるフライという工程が待っております。この油で揚げるのが北海道のひなあられならではなんですよね。そういうのがこちらですね。こちらです。皆さん普段召し上がっていただいているひなあられですね、こちら、かりんとうで実はできております。知っていたよという方はまだは初めて知ったっていう驚かれる方もいらっしゃるかと思うんですが、パッケージの裏を見ていただきますとひなあられと書かれた下に名称かりんとうと書いてあるんです。ひなあられはですね地域によって作り方が異なるんです。例えば関東、関西でも変わってくるんですけれど、主にこちら2つはお米を焼いて作ったものに対して、北海道は小麦を揚げて作るのが
はい主流ということで、そうですね、かりんとうでできたのが主流のひなあられになります。どうしてかりんとうで作ってらっしゃるんですか？はい、実は炭鉱の時代から砂糖というものは非常に貴重な栄養分でして、これ北海道は全国でも有数のかりんとうの消費地なんですよね。そこで、いろんなメーカーがですね競いながらかりんとうでひなあられを作ろうということでやってきた歴史を経てですね今この形で残っております。はい、このように可愛らしいかりんとうを作っているということで、それではその揚げる工程を見せていただくんですが、このかりんとうちゃんたち進んだ後に大きな試練が待っているんですよね。この後はですね、わあ、こちらです、もう熱い熱い油の中で今揚げられているんです。はい、ダイナミックな揚げる工程になります。これ羽がついていることによってくっつかないようになっているんですよね。そうですね、それぞれ実は3つ釜があるんですけど役割があります。そうですね、はい、この鍋の他に後ろにもう一つ2つ目ですね、そして3つもお鍋があるということで3度揚げるんですよね。はい、3回揚げてるのには実は秘密がありまして、1つ目の釜は羽がついているんですけれども形をしっかり作ってくっついたりしないように形作りの役割です。で2つ目は上から蓋をしているのが見えると思うんですが、中までしっかりと火を通していきます。そして最後3つ目、こちらも同じように上から蓋がありますけれども、これは揚げ色とそれから食感の調整をここで実はしている、これが3つ目の釜の役割で、それぞれどれも欠かすことのできない釜になっております。で福永さん、これどうやって鍋から鍋に移動しているのか気になりますよね。そうです、なんか別に下に繋がってるとかするわけじゃないんですよね。そうですね、見えないですもんね。じゃないんです。すごくダイナミックなんです。ご覧ください。ちょうどこちらの釜から上がっていきます。なんと上がりましたね。もう遊園地のあるアトラクションなんじゃないかと、そうなんです。ダイナミックさですよね。これ1つの釜に油はだいたい300リッターぐらい入ってますので、それが3つ並んでいることになりますので相当な大きさになります。このお鍋の大きさ、そして釜から釜への移動方法もこの工場ならではなんですよね。そうですね、中に実は循環もあって、油もきちんと循環しながら揚げていくようになっております。はい、これが2つ目の釜です。もう余すことなく全部きれいに入っているのも、そうなんです。それももうこの工夫になります。ちょっとスロー VTR でもう一度聞いてください。もう一回って言いたくなりますね。何回でも、そして来た来た来た一番初めの1釜目ですね。これが2つ目に今移動します。もうだいぶふっくらなって初めてこれ見た。油はですね国産の米油を 100% 使用しております。いや、なかなかこの光景見られないですよね。こうやってやってんだ。ああ、すごい。新しい、先ほどの生地が入って、そうです。今先ほど生地だったものが一回この油に入って沈むんですけど、浮かんできましたね、一気に上がってきたの分かりますか？はい、そうなんです。こうしてふわふわカリカリのかりんとうに仕上がっていく。きれいに形を作られていきます。で、揚げ上がったこのかりんとうを最後仕上げが待っているんですよね。この後仕上げの工程に移ります。仕上げは職人さんが手作業でやってくださるんですね。職人がすべて手作業で行っております。今釜の中で何を行ってるんでしょうか？はい、こちらはですね職人が手掛けで、ビート糖を溶かしたものですね、蜜をかけてきれいにコーティング、それから味付けをしているところです。重さもかなりこれだけの量入ってたらあるんじゃないですかね。そうなんですよ。これでだいたいこの中で20キロほどあります。これきれいに回すってなるとかなり修行が必要なんじゃないですか？そうなんですよね。ちょっとてこの原理使って回すんですけど、それでもこれ大変修行がいりますし、本当に一日大切に全部職人が手掛けで味をつけているので大切な作業になります。全部に均等に水が行き渡るようにということですね。そしてこれが今もう交わったものが出てくるんじゃないですか？もう完成ですね。はい、まさにこれが、完成になります。これすごい。出来たてはい、出来たてほやほやです。これピーク時にはどのくらい作られるんですか？だいたい1日2トンくらい、ピーク時には生産しております。じゃあ職人さんが最後の味付けを全部やってそうなんです。はい、ずっと朝からやってくれています。で今回特別に出来たてのこの熱々のひなあられを食べさせていただけるということで、ありがとうございます。結構そこそこ熱いので気をつけて、はい、ありが
ひなあられ熱々ってないよね。美味しそう。持った感じでも熱々です。では、いただきます。ちょっとこう蜜がどうでしょうか。まだ蜜があれですよね。ちょっと柔らかい感じで。まずカリッカリよりもサクサクですね。はい上がったばかりなので、で、蜜がとろけてる。はい。ちょっとこうとろっととろける蜜と普段のカリカリした感じとちょっと違うんですよ。はいこれはもうここならではのお味になってます。揚げたてだからこそのこのはいサクッと感とこの優しい甘さにこの温かいからこそ蜜がとろーと溶け込んでるのが、いやー贅沢です。香ばしい香りもすごくします。ありがとうございます。もうここでしか食べれないものなんで。ありがとうございますで。もこのスーパーや店舗に行けばこちらはい出来上がったものをいただけますもんね。乾燥してやっぱりサクサクさせたこちらの形が最終形態なので、これから乾燥機を通ってですね、サクサクとした食感になっていきます。で最後手作業で検品された後袋詰めをしてくださるんですね。はいそうですねはいで皆さんもね春を感じてみてください。そして中継5時台もまだまだありますよ。続いてはですねこちら色に込められた秘密であったり春限定の期間限定商品もご紹介します。また読んでください。さあこの時間空には雲一つなく、また気温もそこまで寒くないのでこれから春がやってきてくるんじゃないかなと思ってしまうような穏やかな気候となっています。そんな春を一足先に感じられる商品がある場所に今日は来ています。先ほど4時台でご紹介しました池田食品さんの工場が奥にあるんですけれど、そのすぐ横には白石本店があるんです。こちらに来ています。池田食品さんというと紺色のパッケージを思い浮かべる方多いと思うんですが、店内にはずらーっと並んでいるんです。豆菓子やカシューナッツなどおよそ60種類ほどあるからこそ皆さんそれぞれ自分のお気に入りを見つけられているそうです。奥に進みますとかりんとうだけでも18種類ほどもあるんです。そんな中でも今の時期人気というのがこのひなあられですね。さあこの時間も社長の池田さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。池田さん、はい、池田食品カラーで来てくださったんですね。ありがとうございます。全身で池田食品を表現してみました。パッケージと同じネイビーカラーで来てくださいました。さすが社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で来週はひな祭りということで店内にはですね春の季節限定で販売されている商品もずらっとこのように並んでいるんです。で先ほどの中継ではですね北海道のひなあられはかりんとうだったという事実や、大迫力のマシンで作るからこそ外はカリ中はサクッとしたひなあられになるんだよということをご紹介しましたが、ポイントのその3つ目この時間ご紹介します。色に込められた秘密があるんです。池田食品さんのひなあられはですね全部で6色になっていて、本当この色合いもすごい可愛らしくて、食べるのも楽しいなと思うんですけれど、全国的に見るとだいたいピンク、黄色、緑、白の4色なんですよね。でこれそれぞれに意味が込められているということなんですが、どういった意味なんでしょうか。はい、実はこれ1色ずつ季節に見立てられていて、ピンクは春とかですね、そういった形に見立てられていて、1年を通して幸せに過ごせるようにという意味が込められて、そういった色合いになっております。素敵。じゃあ1年健やかに過ごしてねっていう気持ちゆえのこの色合いなんですね。そうなんですよ。なんかそういった思いも考えながら食べたいですね。はい、そうですね。嬉しい気持ちになりますよね。そんなこのひなあられをセットで楽しめるギフトもあるんですが、とにかくパッケージが可愛いですね。ありがとうございます。これひな祭りおひな様が書いてあって、ちょっと机に置いといてもひな祭り感が味わえます。確かにこのまま飾るだけで楽しめますし、でこの私見えちゃいましたこの裏、そうなんです。裏も実は後ろ姿が書いてあるので、後ろの席の人もハッピーな気持ちになります。会社のデスクとかに置いてみんなで楽しめる。裏だけじゃないんですね。この横にも梅の花が描かれていたり、横の人にも幸せを全方位に幸せを届けてくれるギフトなんですね。幸せで、そしてこの中なんですけれど、ひなあられとセットでカシューナッツが入っているんですが、これ
北海道らしい味付けのカシューナッツなんですよそうなんでね。す。これトウキビ、北海道といえばトウキビが有名ですけど、トウキビのお味を仕立てておりまして、ちょっと食べるとこうなんでしょう、コーンポタージュの優しい甘さのトウキビのお味のカシューナッツです。私もさっきいただいた時も食べた瞬間ふわーっとトウキビの香りが広がって、はいはいあー美味しいと思いましたね。はい、中のカシューナッツの甘みと実はすごく合うんです。はい。でなのでこの北海道らしいトウキビのカシューナッツと北海道だからこそかりんとうを使ったひなられの北海道を感じられるセットにもなってるんですよね。でさらに春を感じられる期間限定の商品はまだあるんです。それがこちらですね。春らしいあるものを使っているんですが、福永さん、金子さん、この色から連想して何の味付けがされたカシューナッツか当ててみてください。春らしいと言ったらもう金子さんが私に言わせてって顔してますから。言ってないなんだろう、でもピンクですもんね。桜ね、まあ春らしいです。ピンクです。それ以外はね、なんでしょうね。桜かな？お、桜ですね。桜ふんふんなんですよ。桜ふんふん。桜は桜吹雪？正解ですよ。はい、こちらは桜餅カシューになります。桜餅か。餅です。はい桜餅です。はい桜吹雪ではないです。桜餅が正解になります。で今日はスタジオに用意しましたので、ぜひ春の香りを感じてみてください。ありがとうございまいただきます。もうまずこのねカシューナッツがまず見た目がピンクっていうだけでね。とっても可愛いですね。気分も上がります。ありがとうございいただきま。ますす。これおじさんも嬉しいわ。楽しめますよね。あ、いいから桜餅だ。すでに確かに桜餅のちょっと和菓子の香りいい香がりする。いいね。不思議、確かにいかがですか？味わいは桜餅ですけど、食感がねしっかりサクサやっぱクっとしてこのカシューナッツだなっていうこのなんか美味しい。こ美味しいです。とっても美味しいです。れちょっとやめられないなこれ。そう止まらない。止まらなくなっちゃいますよね。桜餅の塩気と甘さがまたカシューナッツとよく絡んで、すごく春を感じられる商品となっています。ちょっと塩気が効いてるところが止まらなくていいですよね。エンドレスで食べたくなっちゃいますね。でこのような春を感じられる商品ずらっと並んでいますから、ぜひこちらに足を運んで一足早く春を感じてみてはいかがでしょうか。池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや桜餅でカシューナッツだからもうなんか日本茶でもコーヒーでも合いそうなね。ああ、確かにそうですね。そして見た目もとってもねこう鮮やかで素敵ですからね、贈り物とかでもいいかもしれませんね。実にいろんな種類があるんですね。